私はジストニアっていう病気を持ってるんですけれども、一つ今日いくつか、それが発症したのは19歳の時なんですけれども、最初何か原因が分からなくて10年以上ずっと病気の名前も分からないし、変だということは分かったんですけど、体のいろいろが変だということは、動き方が変だということは分かったんです。あとなんか神経こう突っ張るとか、感じ方がおかしいとか、なんか自律神経失調症のような、もうなんかボーダーラインのような感じですごく分かりにくかった。だけども何か違うことが起こってるこということはもうずっと分かってたんですけれども、で結局日本語で探しても出てこなくて、いろいろ出てこなくてで私は地方に住んでて、ここら辺の町医者は全くわからない人が多いんで、いろいろ病院回って精神科がいいんじゃないですかとかいろいろ言われて、でも結局そのままほっといたっていうか、ずっと治療自体は受けてない。ダイグノースなんて言って診断自体はついてないので、治療はしてないでしょ。それで、困ったなと思ってて、で結局で自分で痙攣ってインターネットでグーグルで聞いてて出てこなくて、でひどいかわいそうな話ばっかり出てきて、日本人の人だけど、医者に行ったらビタミン B 剤もらって気のせいだと言われて返されましたみたいな。で僕は何が悪いんでしょうみたいな、そういう人たちばっかりで、いや困ったなと思って、でスパズムとかいろいろで英語で検索したらだんだん出てきて、で画像をクリック、Google の画像じゃないビデオの欄で、それでクリックして YouTube で探したんですよ。で YouTube でスパズムとかって書いてて、例えば目に痙攣とか出てきたから、目とか顔とかの痙攣が起こってたから、アイスパズムとかフェイシャルスパズムとかって書いて、で YouTube で検索したら同じ人が同じような人ののがスパズムトムって書いてっていうユーザーネームのおじちゃんがいて、で自分の症状をビデオで撮って何個か載せてる人がいて、その人がジストニアって書いてあってメイシンドロームとかいろいろ書いてあって、これだ私のものはって言って、でそっからメイシンドロームとかジストニアっていうのを今度日本語のサイトで探して、あとジストニアとか日本語でカタカナで書いて調べたりして、で検索して、それで専門家が分かってみたいなんでっていう話だったんですけど、でなかなかそれでおすすめの名医の一覧っていうのが出て、そう書いてる医者のホームページがあって、医者がそうやって書いてある書いたホームページに載せてる人がいて、それをこう言ったってで、その人にメールして聞きながら、結局私は順天堂に行ったんですが、でその順天堂に行って目にボトックス打ったんだけど、余計に悪くなったそれで余計に範囲が広がっちゃって、で今度は3ヶ月後ですって言ったんだけど、多分今までそれで痙攣がありながら目かばいながら動いてた部分を一部止めちゃったんで、変に
でたくさんこう今まで痙攣しながら目が開きにくくなりながらでも開けて頑張って長いこと言ったので、それで一部の動きを止めて、それで余計におかしくなったと思うんですけど、で一回そのボトックスの注射を診断を受けてやる前に、地元のペインクリニックに行って、ペインクリニックで鼻のここら辺がすごい痙攣して神経がものすごい痛かったんで、ここ注射打ってたんですよ。でそこの打ったところね、止血ブロックの後にこう押さえるんですけど、でその押さえてたところに力が強すぎて鼻が折れて、で今鼻がすごい私低いんですけど、すごい恥ずかしいのね。だから結構メイクしてごまかしてる。昔のようにの鼻であるかのように見せてるんだけど、とにかくこっからもう音がして折れて、でまあそういうことがあったんで、多分顔のバランスとかも顔の筋肉のバランス、顔のこうバランスっていうかその筋バランスとかも変わって、こういうこともあったんで余計にこう広がって、痙攣がボトックス打ったことによって広がったと思うんですけれども、それは私の推測なんですけれども、とにかくそれで良くなくて、で3ヶ月で、でもそれでも目のつぶるキュッてつぶりたくてずっとこうなっちゃうっていうのは止まって、で3ヶ月して、でボトックスが消え始めで効果が消えた時にまたこう収縮して目が見えなくなって、でものすごいその時にものすごい痛くて、全身も痛くて神経の痛みもあるし、もうとても目も見えないし、ずっとグーって口からが入っちゃってどうしようもなくなって、それで体力も でもとても東京に新幹線で行って、で順天堂は新幹線ですぐ品川だから東京のすぐそばじゃないので、でそっから4時間待ち5時間待ちとかとてもできる体力じゃなかったので、地元の神経内科かな、神経内科に行って、でボトックスを打ったらとんでもないところに打って、で目のまぶたって言ったんだけど、まぶたでじゃなくてここに打って、全然違うところに、でここの下眼圏下眼圏から下のこのところも痙攣がその時にもうすでに広がって強くあったんで、ここもやったんですけど、こことか言って、ここを目指す、本来はこことここをやらなきゃいけないんだけど、そうじゃなくてここに打って、こう注射器をこう普通にこう持つんじゃなくて、こういう風に持って、おい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 ってやってるうちにバン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 ってやってひどくなっちゃって、で全身にそっからもう口も痙攣も始まり、喉の痙攣も始まり、手足の痙攣も始まり、という話で、そっからそのちょうど打って翌日っていうか、もうその数時間後からもう3年間寝たきりになりました。で何もできなくて、目も開かなくて、口も開かないんでご飯も食べられない、目も開かないんで目も開かないから、本当に目くらっていう、なんていうの、目が見えない人と一緒で、口が開かないからご飯が食べられなくて、もう咀嚼もできないんですよ。ここの顎を痙攣してギュッてしまっちゃってるから、いやーと思って、でしょうがないから生の人参を
電子で、その時で実家でもう生まれ育ったうちでどこに何があるかって目が見えなくてもなんとなくこう歩いて伝っていけたので、それで行って、まあもともと運動神経良かったんで良かったんですけど、それで人参、丸い人参とかさ、あんまり家族が協力的じゃなく、全然協力的じゃなくて、で野菜だけは買ってきてもらって、で人参のもう食べられないから、人参を、丸ごとの人参を目が開かないから切れないし何もできない、とにかく食べなきゃいけない。人参を電子レンジに入れてチンして、それをビニール袋は違うビニール袋じゃないで、そのまま食べたっていうのもずっと続けてて、まあ大変な目に遭いました。だから今もこういうふうにやっぱり波があるから、